さんこんにちは。ジャズドラマーの田中福士です。from ニューヨーク。今日はですね、80年代から住み出した、ロフトの話をねお話したいと思いますけど、そうですね、80年の終わりか81年ぐらいからターミンスクエアのねちょうど46丁目、6番と7番の間でね150ウエスト46ストリート、今でも覚えてますけどね、今でもビルディングちゃんとありますけど、それの5階に住んでましてね、エレベーターあったんですけどね、手動のエレベーターでね、そのエレベーターが上に止まってたらその取りに行かなくちゃいけないっていうかね、その当時ドラムセット運んだりね、いろいろやってましたけど、なんか雰囲気がものすごく出ててね、アメリカのその1800年代ぐらいのね、そんなイメージですから、雰囲気が残ってましたから。でそのロフトに住んでまして、その時は前の奥さんの横山静子、そのピアニストですけど一緒に住んでまして、いろんなミュージシャン呼んだりして時々ジャムセッションをやってたんですけど、そのねジャムセッションのお話する前に、その当時一緒に住んでたね、ルームメイトのお話もちょっとね、最初の頃は日本人だとドラムの鎌田ちゃんとかね、今でもまだニューヨークにいらっしゃいますけど、そんな人とか、あとボーカルのうららちゃんとかね、あとちょこっと田中の秀ちゃんもいたのかな、ベースプレーヤー。それで、その後ですね、ドラマーのねジュリアン・ボーン、素晴らしいドラマー、彼はジミー・マクリフとかね、あとはブルースのバンドでね演奏したりする素晴らしいドラマーだったんですけど、あとベースプレーヤーがね、マイケル・メリット、これは皆さんご存知のアートブレイキジャズメッセンジャー、ねモーニングとかね、19ジュニア有名なアルバムがあるんですけど、そこで弾いておられたジミー・メリット、ね、ベースプレーヤー、その、息子さんなんですけどね、マイケル・メリット、素晴らしいです。そんなのと一緒にね、住んでた時期がありました。で時々セッションをね家でやりました。その当時ピアノが2台あって、ドラムセット1台もあってね、でもうしょっちゅうね、セッションをやったんですよ。まだその頃ね、若いねケニー・ガレットとかね、ベースのナット・リービス、もう今やもね2人とも大スターですけど、彼らもよく来てね、横山静子さんとね4人でよくセッションやりました。今でもねカセットテープかなんかに音源は残ってあると思いますけど、それで時々、それはね日常のセッションだったんですけど、たまにですねちょっと日にちを決めて大ジャムセッションやろうっつってね、でベースプレーヤーだけはちょっとお金払わなくちゃいけない。僕とね静子さんは別にお金ね別にどうとねいけませんから、でベースプレーヤーにはお金払わなくちゃいけないので、ジュースはね確かねオレンジジュースかなんか50セントぐらいで、ビールはねこの缶ビールはね1ドルぐらいで、結構ねもうブワーッと人来ますからね、それなりにねバランスが取れて、ベースプレーヤーにも払って、ちょうどその買ってきたものね、その費用とか全部プラスマイナスゼロぐらいになってね、本当楽しいジャムセッションで、もういっぱい人が来ました。入りきらないくらいにね。でもうとにかくね来た人って言えばね、アートブレイキジュニア、アートブレイキジュニアっていうのは、そのロフトを借りてるのはアートブレイキジュニアなんですけど、アートブレイキジュニアがね叩きに来たりとか、もちろんジョージョンジュニアね、僕の先生ですけど、それとかピアノのねサディック・ハキームとか、あとはね、素晴らしいサキソフォンの人ジュニア・クックなんかもね来てね、本当に素晴らしいねいいセッションになりました。でそのセッションやってね、こう休憩時間に入るとね、とにかくわーっと盛り上がって、なんとなくこうパッと気がついたらですね、部屋がちょうどリビングルームがポッと大きいのがもう部屋3つあったんですけど、2つこう部屋ねドアも開けていたんですけど、気がついたらですね一部屋ねやっぱり日本人がポーッと入っちゃってですね、でもう一つの部屋はね、外人さんですか白人と黒人の人がねこういつの間にかの人がそういうふうに、ね、部屋に入っちゃう。で今思えばねしょうがないですよね。その頃
日本人の人たちみんなそんなに英語ペラペラじゃないし、やっぱりどうしてもこうね、たまに会うからいろんな話もしたいだろうから、どうしてもね英語は英語、白人黒人そういうミュージシャンが集まってで日本人は日本人で「いやお久しぶりですね、お元気ですか」とかそんな話ばっかり今思えばしょうがないなと思うんですけどね、すごく面白いね光景だったんですね。はい、でも音出せばみんなも和気あいあいでねイエーイって感じで素晴らしいねセッション、定期的にねどうでしょうかね、2ヶ月に1回とかね1ヶ月1回やってましたね。本当にいいセッションでした。それが87年にもうそこを出なくちゃいけないっていうね。でそこはね先ほど言ったそのアートブレイキジュニアが借りてて、で当然アートブレイキジュニアですから、もちろんね時々お父さんいらっしゃるんですよ、アートブレイキがね。でアートブレイキがバーって来て、でジュニアが「Hey フク、my father シニア来た」ってね、ファーザーが来た、アートブレイキ「はいだ」って入ってきて、おーなんて感じでね。で時々なんかジュニアが一緒に仕事をやってる人とか、テナーサックスのハロルド・ビッグとかね、有名なテナーサックスですけど、もう入ってきたり、あとはロニーさんね、ドクター・ロニー・スミスもねパッとすぐねターバンとかすぐ分かりますけど「はいラニー」なんてね、その当時は僕はまだやってなかったからあれだったんですけど、そんないろんなミュージシャンに会うことができましてね。で1回だけルイス・ヘイズそのロフトでねレッスンを受けたことがありまして、これはあんまり皆さんに話したことないと思うんですけど、どっかでねルイス・ヘイズがやってるということでね聞きに行って、1回レッスン受けたいって言って、その当時でですね、もう今言ったら信じられない値段ですよ。たった20ドル20ドルでね本当に来てくれましてね。だけど友達も連れてきて入ってきた時にね結構酔っ払ってたんですね。なんか酔っ払ってたかなんか他のもので決めたかどうか分かんないんですけど、でいきなり入ってきて「Hey, you have sake?」先って言うんですね。おお、いやこれやばいなと。もうなんかもうこんな目もトロンとしてる、大丈夫かな。レッスン、その当時はねカセットテープでポンと録音してですね、1時間弱ね教えてくれました。でもうとにかく彼が座ってですねバーッと叩くわけですよ。叩いてるとこ見るとなんかひょろひょろだからブーブーって感じでね、なんかシャバダバに聞こえたんですけどね。でもうとにかくバーッと叩いては「You know?You know?」なんて言われてもね、ほら分かんないですよね、どういうふうに叩いてるかね。バーッといろんなでまたなんかバーッと叩いては「You know? You know?」なんてそのうちもうその時間が経っちゃってもう1時間ぐらいになって「おお、I gotta go」なんて言われましてですね。で結局ビール1本ぐらい出して日本酒なんかなかったから、でビールちょうど飲み干したぐらいでもう帰るってもう帰ったんですよ。20ドル渡してね、なんかあんまりね一方的なあれで「言うの?」って言われてこう聞いただけであれなんですけど、確かにね右手の動きとか左手の動きが素晴らしかったしねなんですけど、それで帰った後ですね帰ったでも20ドルだからしゃあないからで帰った後ですね、ちょっとカセットを聞こうと聞いたんですね。そしたらその時はこう見てなんかふわふわでなんかよく分かんない、録音したらすごいんですね。ちゃんとしてるわけなんですよ。いやもうぶったまげましてね、やっぱりすごいなと思ってね、やっぱさすがだからルシエーだなと思って。そんなわけでねロフトをちょうどね長いことそうですね5年ぐらいいたんですかね。81年とかね1年ぐらいから87年ぐらいいまして、いろんなルームメイトも出会いがあってセッションもあっていいミュージシャンとも出会いがあってね、いい経験もさせてもらいました。はい、アートブレイキジュニアもね、おかげさんでねもうそんないいロフトに住むことができて、でここでですね、そしたらちょうどアートブレイキンが出てきたんで、アートブレイキンの思い出話をねちょっとしたいと思いますけど、これはね80年代の前半だと思うんですけどね、その当時ビレッジヴァンガードね、ブルーノートがオープンしたのが1980年ですからね、その後スイートベイジュです。ビレッジヴァンガード、スイートベイジュ、あと、ブルーノートですか、あとセブンスアベニューサウスです。ウエストビレッジの方にねセブンスアベニューのあの辺に結構ね、
ジャズクラブがありましてですね、でスイートベイジューズヴァンガードからちょっとこうもうちょっとね下がっていったところにあるんですけど、でそこにアートブレイキジャズメッセンジャーね、しょっちゅう出てました。アートブレイキジャズメッセンジャーっていうのはね、そのもうスイートベースの看板バンドだったんですね。もうメインバンド、もうしょっちゅうブレイキが出てました。僕も、ルーさんとはね、演奏したこと何回もありますけど、そんなわけで、である夜ですね、ブレイキをちょっと見に行こうと行きましてね、10時からスタートなんですけど、席に9時半ぐらいにちゃんといい席にね、前から 2列目か3列目、10時15分前になってもねまだ来ないんですね、ブレーキがね。でちょうどこう入ってきますとね、奥にね楽屋がありましてね、ブレーキもなかなか現れないで、10時になってもねまだ現れない。でもガヤガヤしてるんですね。でやっと10時、10分ぐらいねブレーキが入ってきました。そしたらね、もうブレーキが入ってすぐ分かるんですね。なりますよね。ブレーキが来た。おお、ブレーキだ、ブレーキだ。How you doing? How you doing? みんなでこう握手してね、シェイクハンドして。そしたらもうね、スイートベイズのその中のバイブがですね、空気がですね、アートブレーキに一色わーっと変わっちゃうんですね。もういきなりもうアートブレーキのジャズのね、こう雰囲気がブワーっとこう出てくる。いやーすごいね、キャラクターっていうかね、そのままもうバーって出ちゃってすごいなと思います。それでブレーキが奥の方に入ってきました。こう待ってて、そしたらこうみんながねちょっとカーテン越しにこうみんな出てくるんですけど、で若い人から全部出てきました。ピアニストからね、若い人、ちょうどその頃はね3冠だったと思いますね。確かねケニーがアルトで入ってたような思うんですけどね、若いトランペッターがね入ってましたね。で始まりました。でブレーキも出てきてね、いやー、さあ始まって、もう1曲目からもう素晴らしいセカンド、ファーストセットが終わりました。もうすごい、うわー、メッセンジャーイエーイ。そしたらそのケニーかなんかがね、ちょうど楽屋裏にあるから、よかったらちょっと楽屋に来い、ブレーキに紹介するからって言うから、おいえ、Thank you, Thank you, ケニー。でこう裏のね、裏回って、だからドアを開けた。そしたら若いミュージシャンがバーッとこうね、なんか下こうね覗き込んでるんですね。で何かなと思ったらバーッと入っていったらブレーキがちょうど下にですねペーンと座ってるんです。それで何やってんのかな、もうみんなこう覗き込んでこうやって見てるんですよ。わーと。そしたらですね、よーく見たらブレーキのこの手のね甲にですね白い雪だるまがうわーっとこうあるんですね。白い雪だるまみたいなものもうそういえばちょっとね何だかお分かりだと思うんですけど、ここ見てていやすごい量だなと思いました。そうしたらですね、どうするかなとってこうもう3回くらいでですね、うわーってでちょっともうちょっと落ちたね、もうねペロッとこう舐めたりしましてですね、うわーとまたそのうわーってやったらみんなうわーオーマイガー、ノーキリング、大丈夫かなと。で僕大丈夫かなと思いました。うわーこれセカンド戦ってどうなるのかなと、そろそろ始まるっていうのでね、オッケーまた席に戻りまして、マイクを座って若い連中がダーッと、ね、出てきまして、勝ってきまして、最後にブレーキが勝ってきまして、パッと出てきたらですね、パッと顔見たら目がギャーッと光ってますね。うわーこれは強力だな、もうめっちゃあれだな、ハイになってるなと思いまして、もうこれはどうなるのかなと思ったら1曲目からブワーッもうファーストセットともう見違えるようにロールが出てくる。うわバシャンバカーンジャカダンチ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 カダンブワーッ、いやー2曲目もまたブワーっていってですね、3曲目ぐらいちょっとねなんかミリアムの曲が入ったんですね。でちょっとこうクールダウンですかね、やっぱ雰囲気を変えるのうまいですからね、ちょっとこうクールダウンした曲でね始まりました。チャーキチャーチャーキチャーチャーで前のフロントがねなんか綺麗なメロディーなんか
なんだかな、like someone in love かな、なんかそんな、なんかね、もう本当に誰が聞いても知ってるような、ね、スタンダードをやってました。で、まあ、こう順番にね、若い人が3人ともまあ長いソロを取るわけですよ。ほら、わーってね、まあ、素晴らしいんで、ブレーキね、まあ、最初はニコニコ。朝ちょっと僕が見てたらですね、こうよく見てたら、あれ、ちょっと大丈夫かなって、ちょっとなんか目がつぶってきたなと思いましてね、あれ、ちょっと目つぶって、ちょっとなんか音が弱くなってきたな、大丈夫かなと思ったら、このシンバルがだんだんこのスティックが下がってきましたね。そのうちなんかシンバル空気入れました。でブレーキもこれフロア頭がどんどんと始まって、もう前の人みんなカーッと笑いちゃって、もう笑って、さあそれどうするか、どんそのうちにバーンとロールが、ほんでロールをボーンってやったら、もう自分もガーッと目覚ま、ブレーキの目覚ましちゃって、でまた目ギラーッとして、ほんともううわーって、で次のまたソロしたまた長いトランペットがまた長いソロで、またまたどんってね、結局まあそれホームプレーヤー3人いました。3回くらい繰り返してました。まあだけどね、もうとにかくもう前の人みんな大笑いで、うわーすごいなあ、まあアートブレーキだからね絵になるね、アートブレーキだからもうその時代だからねやってももう全然問題なかった。まあ、それも一つのショーっていうかね、ところがやっぱりね、そんなの僕がねお酒でも飲んでもうこんなになったらね、もうゲラーリヘアなんて言われましてね、ステージ降ろされますけどね、まあ時代にね本当にそういうね何が起こるかわからない、ね、ニューヨークのジャズシーンだったんですけど、まあそこでですね、皆さんに一つねお願いがあるんですけど、これだけはね聞いていただくんですけど、そういうものにはですね絶対手を出さないように一つよろしくお願いします。そんなわけで、はい、まあそんなわけでねアートブレーキのお話も今日しましたけど、ロフトから、アートブレーキのお話しました。またね次回いろんなミュージシャンの話もしたいと思いますけど、今日はこの辺でねお別れしたいなと思います。田中福士ジャズドラマ from New York。それではまたお会いしましょう。See you later. See you soon. Keep on swinging. あ、それとチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。